皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からリクエストをいただいた住宅メーカーのトップランナー1928積水ハウスの現場を点検していきます。最近よく話題に上がるアメリカのインフレに伴い住宅が売れてないんじゃないのという疑問の真相や、積水ハウスが打ち出したワンカンパニーという気になる最新戦略、そして何よりぜひ皆さんにお伝えしたい15期連続増配という圧倒的な実績について、最新の決算資料をしっかりと紐解いていきましょう。本日も最後までご安全に。まずは初動点検、のんびり点検シートです。配当利回り目標 3.0% 以上、直近の株価約3431円で計算すると 4.23% です。判定は合格です。 ROE 目標 10.0 以上、会社に預けたお金を使ってどれだけ効率よく利益を生み出しているかを示す稼ぐセンスの指標ですね。実績で 11.3% です。判定は合格です。自己資本比率目標 50.0% 以上、会社の貯金箱の頑丈さを示す指標です。こちらは 42.7% と目標には一歩届きませんでした。判定は不合格です。配当成功目標 50.0% 以下、稼いだ利益の中からどれだけ株主にお裾分けしてくれているかを示す指標です。直近で 40.2% と無理のない範囲です。判定は合格です。補足として本業での儲けを示す営業活動によるキャッシュフローは2163億円のプラスとなっており、しっかりと現金を生み出せています。次に事業内容の点検、稼ぎの柱です。続いては積水ハウスが一体どこで稼いでいるのか、事業の内訳を点検していきます。日本の戸建てのイメージが強いかもしれませんが、最新の売上高構成比を見てみると、実は国際事業が 30.6%、 1兆2864億円を占める一番の稼ぎ頭になっています。次いで賃貸住宅管理事業が 17.0%、 開発事業が 16.6% という割合です。すでに立派なグローバル企業なんですね。ここで現場の図面から見えた深掘りネタを2つ紹介します。1つ目は積水ハウスの無敵の循環型ビジネスモデルです。戸建て住宅や賃貸住宅の管理リフォームといった手堅い本業で大量の現金を稼ぎ、それをより利益率の高い国際ビジネスにがっつり投資して、さらに大きなリターンを得るというお金の永久期間のような骨組みを持っています。2つ目は慢性的な住宅不足による潜在需要のマグマはパンパンに溜まっています。そこで積水ハウスはこれまで買収してきたアメリカのグループ会社を積水ハウス US という一つの巨大な組織、つまりワンカンパニーに合体させました。これにより日本の圧倒的な技術力、高耐久高断熱などとブランド力をアメリカ全土へ一気に移植し、付加価値で勝負するゲームチェンジャーになるという強気の戦略で立ち向かっています。次に業績の軌跡点検、過去5年の推移です。一言で言えば、どんな向かい風でも前進を止めない圧倒的な成長軌道を描く優良物件です。2022年1月期に約2兆5896億円だった売上高は、アメリカでのビルダー買収など積極的な海外展開が実を結び、最新の2026年1月期には大台の4兆円を突破しました。営業利益も2302億からスタートし、資材高などの荒波を乗り越えながら毎年しっかりと右肩上がりで積み上がっています。市場環境の変化にも揺らぐことのない成長を見せてくれていますね。続いて財務の深掘り点検です。ここからは会社の金庫の中身、財務状況を見てみましょう。手元の現金・現預金は約4352億円と潤沢に確保されています。借金にあたる有利子負債は約1兆8817億円と少し多めです。これはアメリカでのビルダー買収など海外の巨大市場を勝ち取るための攻めの成長投資を行った証拠です。自己資本比率は 42.7% と目安の 50% に届きませんが、会社のこれまでの利益の蓄積である利益剰余金が
1兆4071億円もしっかりと積み上がっています。基礎体力は十分で倒産リスクは極めて低いと言えます。次に還元姿勢の点検。続いて私たちが一番気になる配当金についてです。過去の推移を見るとまさに美しい増配の階段を上っています。そして来期2027年1月期も145円への増配を予想しており、これが実現すればなんと15期連続増配という偉業を達成します。過去15年間で配当額は約 7.2 倍にも膨れ上がっているんです。さらに第7次中期経営計画では中期的な平均配当成功 40% 以上を継続するという方針に加え、新たに1株当たりの年間配当金の下限を145円にすると宣言してくれました。業績が少し悪化しても145円は守るという個人投資家にとって非常に分厚い安全帯が敷かれています。続いて直近決算と将来目標です。最新の2026年1月決算を振り返ります。売上高は4兆1979億円で前期比 3.4% のプラス、営業利益は3414億円で前期比 3.0% のプラスとしっかりと増収増益で着地しました。さらに次期2027年1月期の予想も売上高4兆3530億円、営業利益3500億円と堅実な成長を見込んでいます。2028年度には ROE を 12% 後半まで引き上げることを掲げており、今後のさらなる企業価値向上に期待が持てます。次にチャート需給点検です。直近の株価は3431円付近で推移しています。今年2月につけた年初来高値3832円からは少し調整が入っている状況です。配当利回りは高水準の 4.23% をキープしています。信用倍率は 2.83 倍と需給面での過熱感はなく、比較的フラットな状態と言えます。それでは結論、のんびりの判定です。積水ハウスは15期連続増配の圧倒的な実績と配当下限145円という手厚い株主還元、そしてワンカンパニー体制でアメリカ市場のゲームチェンジャーを狙う素晴らしい銘柄です。投資戦略としては配当利回りが 4.5% に及ぶ3222円付近、あるいは直近安値圏であり心理的な節目でもある3300円付近に指し値を置いてじっくりと落ちてくるのを待つのが安全な作業手順だと判断します。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。